おはようございます。今週から鬼の梅雨シーズン到来で、私のランニングが完全に崩壊しました。しかも、体調も壊すというダブル崩壊が起きていまして、お気づきかと思いますが、声も終わってしまいました。そんな状態ですが、今週も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こんな絶望的な湿度の中、絶対に乾かないだろう、という頭の声を振り切って洗濯をしていきます。洗剤をぶち込んで起動させたら、コーヒーをまずは入れに行きます。見てください、これ。向こう1週間以上ほぼ全て雨。どうなってんのこれ。残念ながら雨なので、今日は家でコツコツ勉強します。2年間継続してきた結果、よく分かったことがあります。それは頑張ることだけは意外に達者だということ。派手なセンスがない代わりに淡々と机に向かう継続の筋力だけは人一倍鍛えられてきました。窓の外を流れる雨音を極上の環境音に仕立て上げて、今日も今日とて普通から毛が生えるくらいの努力を積み上げていきます。何がしたいのかはまだはっきりしていませんが、いつか選択肢に出会った瞬間にノータイムで動けるだけのエンジンを体にかけておきたい。ただ今週は完全に燃料不足。バチコリ意味不明な時期に風邪をひいてしまったわしは止まらない咳に圧倒されながら今日も泥臭く努力だけは続けます。洗濯物が炊き上がりましたので干していきたいと思います。洗濯物を干してて毎回思うのはこの作業が面倒だということです。なんか1枚干すごとに5ポイントぐらい楽天ポイントがもらえれば元気になるんですけど、ここから薬を飲まないといけないのでしっかり朝ごはんを食べていきます。卵とソーセージを適当に茹でて冷蔵庫に眠っていたいつぞやのくるみパンを焼いて朝食です。いただきます。しっかりご飯を食べたら午前中の仕事頑張っていきます。ということでお疲れ様でした。飯作るぞー。無事仕事を終え疲労困憊。本日もお疲れ様でした。一旦夕食を作っていきます。なんか今日一日で咳が一段とひどくなってきてずっと咳していますがお許しを。季節の変わり目は時々風邪をひくタイプなんですが、こんな意味のわからん梅雨の時期になぜか風邪をひいたのは生まれて初めてすぎて料理の腕が鈍りそうです。ですが任せてください。私にはこれウェイバーがあります。正直これ入れておけば全て絶品中華料理に昇華するんで問題ありません。ということでいただきます。っていうか今日も飯うますぎな。こっから夜活を開始したいと思います。咳も止まりませんが、それ以上に私も止まりません。風邪菌は Mac の画面から出るブルーライトで焼き払おうと思います。そんな勢いだけは達者なわしが今夜もスタートしました。勢いよりも薬くれということでやらせていただいていますが、熱が出るよりも個人的には咳が一番きついかもしれないです。咳ってなんかめっちゃ体力奪われるし、夜が眠れないんですよね。もう一回病院行こうかしらなんて思っています。それでもここで止まると後にしわ寄せが来てしわに飲み込まれて消滅してしまうので、今夜も 1% だけ動かしておきます。いや本当になんか人生の目標というものを見失って、100栗が今ねちょうど来てるんでちょっとややこしい感じになってるんですけど、一体何のためにこいつは頑張ってるんだと思われていると思います。私もそう思ってます。ちなみに本当にね、こんななんかシリアスな話しても本当に100栗が止まらなすぎてやばい。本当にまあいいです。はい。ということでね、本当に今なんというか闇雲にやってるような感じで、なんていうか正解はね全く見えていない。とりあえずがむしゃらにね一旦体力をね落ちた体力を上げたいとか、自由度を高めるための投資だと思ってね YouTube も頑張ってるというわけですけど、もっといいコンテンツ作りたいです僕は。はい作りたいですし作れるように動いていきますので皆様今後ともねお付き合いいただければと思います。ということで100栗小僧でした。ほんと100栗止まんないんだけど、何これ風邪咳やんで100栗止まんねえ止まった。ということで人生の目標を見失っている男の締まらない話でした。もともと転職までの過程を映してきたこの Vlog ですが、達成した今目標をずっと見失っています。個人的には何かにチャレンジすることを主軸に添えたいんですが、これだとビビッとくるものがなくずっと探し中です。ですが立ち止まって悩むくらいなら動きながら悩む方が私の勝負には合っています。
一つのゴールを終えて今私の使用書は真っ白ですが、これだと思える選択肢に巡り合ったその瞬間に舵を自分で切れるような準備をしておきたい。筋トレや YouTube、ランニング、そのためのカードを揃えるのが今の私のチャレンジです。ということをダラダラ喋りつつ、今日はもう寝ようと思います。皆さんおやすみなさい。なんか咳が出てあまり眠れませんでした。おはようございます。昨晩の無限咳発射編から一夜明け、体調最悪すぎる状況で目覚めました。わしです。ということで2日目もね、あいにくの大雨なのでランニングちょっと中止せざるを得ないなという感じです。今日も今日とってあいにくの大雨、ランニングは体調も悪いもんでさすがに中止です。まずは朝食を作ってしっかり薬を飲んでいきたいと思います。ということでいただきます。ということでごちそうさまでした。薬漬けということで薬飲んでいきます。だから飲んでもなんか良くなんないんだけど別に。何これ、何が出されたんだろうな、一体。もううざすぎる風。ふざけんな。風聞いて別に根絶できるなら根絶してほしいんだけど、無理な。それできるの？どっちだ？蚊と同じぐらいいらねえだろこれなあ。なんならちょっと悪化してる気するんだけど。処方間違ってないですか？これ大丈夫ですか？普通になんかちょっと咳がひどくなって悪化している状況にぼやきが止まらないおっさんが映っております。完全にウイルス側の戦力が拡大しています。29歳アラサーおっさんの自己回復力を完全に過信していました。というか最近なんか風邪ひくとすぐに熱出るようになってしまって、耐久値が知らぬ間にモブ以下になりつつあります。そんな神耐久のわしは今日も今日とて作業を進めていきます。ウイルスなんて負けてたまるか。いや負けてるんだけどね。今も声入れてる現在進行形で。まあでも結果で負けても気合では負けねえから。絶対負けねえから。二度と負けねえから。絶対にもう俺は負けねえ。というどこかで背中を切られた剣豪みたいな感じで今日もお送りしています。ちなみにワンピースは空島編で止まっています。モブログです。そろそろ全巻買って巻き返さないと完結してしまいそうでやばい。ワンピースが何か分かったらワンピースを読むワクワク感が減りそうで、そろそろ本腰入れないといけないなーって何の話これ。一旦気を取り直して激まずの漢方薬を飲もうと思います。今日はとある用事のために体調不良の中こちらに来ました。パスポートセンターっていうことでパスポートの更新に来ました。なんか7月1日から値段が変わるみたいで7000円くらいで更新できるらしいですね。安い方がいいんで7月1日以降に更新したかったんですけど、どうしても8月に海外に行く予定がありまして、そこに間に合わなそうだったので倍の値段を払いました。くそー、なんとなくパスタ食いたいなーと思ってふらついていたらいい感じのカフェがあったんで突撃しました。とりあえず速攻注文。バジルとトマトのパスタ。バジル&トマトって最強の組み合わせだから味はとても美味しかったです。せっかくカフェに来たので作業せざるを得ない。こちらで少し積み上げを開始していきます。ノート PC で作業環境を持ち運べるようになってからというもの、積極的に外で作業しようかな、どうしようかなって検討を加速する機会が増えました。圧倒的インドア派、自宅の机と死ぬまでハッピーセットの私にとって外ってなんか地味に集中できないんですよね。人の目線が気になるというかなんというか。あと忘れてたんですけど、今のご時世あんまり聞かないと思うんですが、スマホが低速状態になってしまいまして、調べ物とか全く進めることができませんでした。令和でスマホ低速になってるのって世界で俺だけじゃねと思いつつ、コテコテ台本を考えて私のカフェ活が終わりました。重すぎる。とてつもない量の日用品を引っ提げて帰宅しました。早速今日の夕飯を作っていきたいと思います。今日作るのは人参とかじゃがいもとか玉ねぎをぶち込んだ、そうシチューです。シチューがなんとなく食いたくなってしまったので作っていきます。シチューを作るときに思うことは、じゃがいも皮むくのめんどくさすぎんです。具材を切ったら鍋にぶち込んで元を入れて煮込んで完成。皮を剥くのが一番の難関ですが、そこを超えたらあとは目を閉じても作れますね。みんなに今日買ってきたとんでもねえパンを紹介するんで、これ見てくれよな。
おいおい、勘違いをしてくれみんな。これがオオサンショウウオに見えるって？確かにデカさそんくらいあるな。綺麗な川にこれが落ちてたら紛れもなく変色したオオサンショウウオだ。それが100年前のバットってとこだ。売りにくいったらありゃしねえぜ。そんなことよりこいつのネタ知ってっか？高そうに見えるって？これはたったの$2だぜ。ああ、そうだ。日本はバケットがコスパがとんでもねえんだ。みんなも日本に来た時はぜひパンを食べてくれ。めちゃくちゃうめえかんよ。ということで、喉が限界を迎えたため、今週はここで終わりたいと思います。体調不良、風邪で万全ではなかったんですが、今週も 1% くらいは進めた気がします。地味なモブ人間のルーティンはこれからも続いていきます。来週もまた日曜17時にお会いしましょう。皆さん、おやすみなさい。